皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1133日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1540名、戦車9両、装甲戦闘車37両、砲銃部門、ドローン46機、巡航ミサイル2発、その他車両53両、となっています。戦線全体では、147回の地上戦の報告があり、最新の数字では、これより増加傾向にあります。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。トランプ大統領の国会紙であるバーンズ牧師が、ロシア軍によって民間人が虐殺されたブチャ、イルピンなどの町を訪問し、現地でウクライナの宗教家と会い意見交換しました。ちなみに、国会とは、信者が神と司祭の前で自ら犯した罪を告白し、神の許しを受ける儀式のことで、カトリックの場合には年に一度行うべきものとされているそうです。これらの町を訪れた牧師は SNS に、ウクライナ戦争は民主党か共和党か、左派か右派かという問題よりも大きく、トランプ大統領が嫌いでも、ゼレンスキー大統領が嫌いでも、現実に人々が死んでいくと書き込みました。また、牧師は、ウクライナの兵士は、金銭ではなく、より多くの武器と戦闘機を求めている。未だに民間施設に発砲し、人々を殺害しているドローンを撃墜するためだと述べました。同席したウクライナの宗教家のアズマイ氏は、バーンズ牧師は、トランプ大統領が大きな決断を下す場面で、我々の声を届けることができる人物だ。ウクライナの真実が、米国の指導者に届くと信じていると語りました。2番目。NATO 国防相会議を前に、スウェーデンとオランダは、ウクライナに対し軍事支援パッケージを発表しました。まず、スウェーデンは過去最高となる16億ドル2400億円の軍事支援パッケージを発表し、防空システム、各種車両、弾薬などを含むとしています。また、オランダは今年20億ユーロ3300億円をウクライナ支援のために割り当てると発表し、そのうち4分の1はドローンの生産拡大、前線の作戦と統合するシステム開発に充てると発表しました。オランダのブレーケルマース国防大臣は、これらのドローンは戦場でロシア軍に対するアドバンテージとなり、人命を救うだろうと述べ、地上型のドローンや防空用の迎撃ドローンも想定していると思われます。3番目。プーチン大統領のリムジンが爆発したことが様々な波紋を呼んでいます。アウルス・セナートはロシア大統領専用車で、本来なら防弾・防爆仕様の車重は6200キロあり、水中に沈んでも大統領を守ることができるとの触れ込みですが、面目丸つぶれとなりました。一般販売もされていて、サイレンカ版モデルで3675万円、走行車両は1億6000万円となっています。年間100台程度の販売実績があり、反西側の象徴として、ロシアの技術力の高さを象徴する国産車とされています。しかし、エンジン、トランスミッションなど主要部分はポルシェとの共同開発で、税関の記録では数百万ドル相当の部品が西側諸国から輸入されています。さらに、ロシアのプロパガンダメディアなどによると、プーチン大統領が北朝鮮を訪問した際に、金正恩に送ったアウルスでエアコンが故障し、修理に手間取っています。また、その部品には、韓国製の部品が使われていて、記事では、金正恩は大いに動揺し、
制裁で修理が思うようにいかず、ただでさえ暑がりなのにエアコンが効かず困っていると言ったとか言わないとかの話になっていて、結局、マイバッファに乗り換えたとのことです。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド。そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雨。最高気温11度、最低気温9度。今日の天気予報も雨となっています。この方面でルシアン軍は20回の攻撃、19回の空爆を行い、作戦のペースを上げています。1番目。ウクライナ側のベセリフカでは、ルシアン軍の第1427自動車化ライフル大隊が旗を掲げて占領を主張しています。ただ、映像では、ルジアンの姿が全く見えず、偵察部隊が侵入し、旗を縛って戻った可能性が高く、占領を主張するプロパガンダの可能性が高いように見えます。いくつかのサイトでは、ルシアン軍が占領したと伝えるところもありますが、拠点化には至っていないと判断でき、今のところは、戦況図に変更はありません。2番目。一方、連日お伝えしているバシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンがロクニャ川の東側でも突撃を行い、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第36海兵旅団のもので、地図の場所にバイクで登場するルジアンたちの様子となっています。戦況図では、この場所まで係争地が拡大したとして、また、その後方は占領したとして更新しました。面積は10平方キロになります。それ以外は、ルジアンの攻撃は前進につながらず、戦況図に変更はありません。ベルゴロド方面。この方面では、戦況図に変更はなく、ウクライナ軍は空爆でルシアン軍を一気に叩いて前進を阻止し、引き続き、ウクライナ軍が占領地を維持しています。ウクライナ防衛戦略センターの軍事専門家のケブリュク氏は、クルスク方面からルシアン軍の第155海兵旅団をはじめ、ハルキウ、クピャンスク、シベルスクから部隊が引き抜かれてベルゴロドに移管されているため、それぞれの地域の作戦が妨げられていると伝えています。また、ベルゴロドの住宅を装った弾薬庫がドローンにより破壊された情報があります。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは3回攻撃を行いましたが、今日もウクライナ軍により撃退され、戦況図に変更はありませんでしたが、ウクライナ空軍は、ルシアン軍の地下司令部を破壊したと発表しました。攻撃は、旧ソ連製のミグ29と、西側の JDAM の GBU62 爆弾の組み合わせで行い、映像では、地下司令部の小さな入り口が確認できます。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で6回、スバトベクレミンナ戦は14回、シベルスク周辺では5回、チャシフヤール方面で2回、トレツクの方向は14回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルジアンがウクライナ軍の防衛の弱点を探して攻勢を仕掛けています。
そのうち、クピャンスクの北のキンドラシフカでは、ロシアン軍が徒歩で前進し、多くは前線に出る前に撃退されましたが、少数がウクライナ軍の防衛線を突破して集落に向かってきました。ご覧いただいているのは、ウクライナ国家警備隊第15カラダグ旅団他のもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃は撃退されましたが、戦況図では 2.5 キロほどの範囲を係争地の拡大として更新しました。スバトベ・クレミンナ線。この方面でも、ロシア軍は歩兵による攻撃を行い、ウクライナ軍も反撃を行っています。1番目。昨日お伝えしたナディアからノボエホリフカ、カマジニフカ付近のウクライナ軍の反撃については、今日は続報がなく、戦況図に変更はありません。2番目。クレミンナの北西にあるカテリニフカ、ノベでは映像などはありませんが、複数の情報によると、ルジアンはルハンスク・ドネツク州境沿いに前進し、その一部はカテリニフカの集落の南の森林までやってきたとの情報があります。そのカテリニフカ周辺に配置されているウクライナ軍の第60機械化旅団のビルソフ報道官は、ウクライナのテレビに登場し、ロシア軍の戦術について、敵は装甲車をほとんど使わず、歩兵による小規模な攻撃を継続して行っている。当然、最小限の武器しか持たず、砲兵やドローンの支援もなく、バックパックもなく、スウェットパンツで走り回っているのもいたと報告しました。今のところ、戦況図に変更はありませんが、変化があればまたお知らせします。トレツク方面。この方面では、建物ごとに支配が変わる市街戦とともに、ロシア軍が郊外で新たな突破口を開こうとしています。この方面のトレフボフ報道官は、国営テレビに登場し、敵はトレツク市街地で前進できず苦戦している。そのため、地下の下水管を使って郊外に移動し、ウクライナ軍の後方に回り込もうとしていると報告しました。地下トンネルを使った攻撃は、最近ではクルスクのスジャガスパイプライン、昨年はアウディーイウカの攻防戦でも陥落のきっかけとなっただけに気になる情報となります。1番目。トレツク市街地では、ロシアン軍の攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。2番目。西側の郊外にあるパンテレイモニフカでは、ウクライナ側を含めた複数の情報が、ロシアン軍の占領を指摘していますので、戦況図でもそのように更新しました。面積は、その南側も含めて13平方キロになります。3番目。その南のアレクサンドロピリでは、位置情報付きの映像によると、集落に入ってきたルジアンに対し、ウクライナ軍が反撃を行いました。ご覧いただいているのは、おそらく、ロシアン軍の戦術評価のものではないかと思いますが、地図の役所の建物をロシアン軍が砲撃しているところとなっています。この場所は、昨日の動画で係争地としていますので、戦況図に変更はありませんが、ロシアン軍は、トレツク市街地での苦戦を、この場所で打開しようとしている可能性があり、今後も気が抜けない展開となっています。南東部、ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では61回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で13回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ウクライナ軍が奪還し始めたところに、ロシアン軍が増援を送ったため、両者引くことができず、激しい地上戦となっています。そのうち、ここ最近連日お伝えしているシェフチェンコでは、激しい地上戦となり、位置情報付きの映像によると、昨日の動画でウクライナ軍が奪還したとお伝えした場所でもルジアンが侵入し、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、集落の東側は、ウクライナ軍の第93機械化旅団のもの、西側は第155機械化旅団のもので、それぞれ地図の場所にいるルジアンを観察している様子となっています。
いずれも今のところは戦況図に変更はありません。これを含めて、この方面のルジアンの攻撃は前進にはつながらず、戦況図に変更はありませんでした。コスティアンティノピル方面、ベリカ・ノボシルカ方面。この方面でも、ルシアン軍がウクライナ軍の防衛線の穴を見つけて突破を図っています。そのうち、コスティアンティノペルのすぐ南にあるロズリフでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落の少なくとも5カ所で旗を掲げて占領を主張し、ウクライナ軍が一部ドローンで反撃しています。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、そのうち最も西側の2カ所の様子となっています。戦況図では、この場所までルジアンが300メートルほど前進したとして更新しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは6回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、ルシアン軍の前進は確認されませんでした。その他、ニューヨークタイムズによると、ウクライナ軍はエータクムズを使い、秘密作戦を実行してクリミア大橋を攻撃した情報があります。記事によると、昨年夏、アメリカがウクライナとイギリスと共同して、ルナヘール、月の豹というコードネームの秘密作戦の一環として実行したとのことです。計画では、エータクムズが橋の弱点となる部分を攻撃し、ウクライナ海軍の水上ドローンが爆薬を満載して、橋脚に突っ込んで爆発させることになっていましたが、ルシアン軍が秘密裏に橋脚を補強していたことが判明し、エータクムズのみを使う作戦に変更しました。これに対し、アメリカ軍の関係者は、確実な成果をもたらさないとして反対しましたが、ウクライナ軍がアメリカ当局を説得し、8月中旬に計画は実行されました。その結果、攻撃は橋に命中したものの、橋の損害は最小限にとどまり、計画は成功しなかったとのことです。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。